はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今回は再体血移植後1年とちょっとが経過しまして、近況報告などをしたいと思います。ちょっと声がガラガラ、妻が風邪をひいております。自分も同時期から喉が痛くなり始めましてね。ですが、妻は3日ほど前から発熱。自分は今のところ大丈夫です。その間ですね、ちょっと喉がイガイガするという、そのあたりからもう室内、暖房をかけてますので空気が乾燥している。だから、シャワーを浴びるときとか、食事をするとき以外は、だいたいマスク着用でいるんですけどもね、自分も、昨夜あたりから喉の痛みが一段上に上がりまして、今、かなりガラガラの声になっています。この後、妻と同様に発熱をする恐れがあります。たった今、妻を病院へ連れて行きましたところ、インフルエンザとか新型ウイルスの感染ではないということは、判明しておりまして、そのまま外来診療、現在病院で、順番待ちをしていると、そういう次第です。さて、12月ですかねの時に近況報告をしてまして、その時になんとなくその付近で気分と体調と上がっていかないような感じがするということで、それまで2度目の退院以降はすごくいい感じで来ていましたが、ちょっと疲れが出たんじゃないかなというお話もあり、髄液検査などもしていただきまして、それから白血病再発の指針となる WT1 なども、基準値より下回って、いい状態。ただ、なんとなく、どこがどうということはないですけれども、気分が上がらない。体調も上がらないのかなと。どっちが先かは分かりません。疲れていたのもあるでしょう。それからだんだん寒くなって外出の機会が減った。それで気分が落ちている。だから体調も落ちているように感じていたのかもしれません。12月は外来が2回ありました。1回でもよかったんですが、年末年始の病院の、休業期間、これに当たってしまうので、何かあった時に念のためということで、その手前にもう一回外来の予定を入れていただいた。それで1月ですね、1ヶ月後ということになりますけれども、もう月に1回様子を見ていきましょうという感じになってます。ただ、12月に最後に見ていただいた時から体調自体は横ばい、特に上がっている様子もなく、同様に気分の方も、気分というより気持ちですね。活力がないような感じがしてました。これも変わらずだったんですけど、その血液検査を受けた結果を見て先生が酒飲んでますかとおっしゃいました。自分は平素から酒をあまり飲まないタイプ。ましてや白血病になって入院して以降、退院してからも一度も酒は飲んでいないんですね。当然飲んでいませんよと。それと並行して腎臓の値もちょっと、悪くなりつつあるような感じだと。これも主治医の先生にご説明しましたけれども、うちは割と、平素から薄味志向という感じで、
あまり濃いものばかり口にしていない。やはり白血病になって以降はもう本当は許可は下りてるんですけども、いまだに外食もしていないというね、月に1回2回3回ぐらいでしょう、パッケージに入ったお弁当お惣菜の類は、買って家で食べています。これは外来受診した時など病院へ行って薬を待ったりしなければいけないですね。その間に何か食べたりとか、帰宅して疲れてしまうので、何か買って帰るとか、またはスーパーへ出かけた時にお惣菜なんかむき出しのまま、今はケースに入っている場合もありますけどもね、ご自由にお取りくださいで、それでレジへ持っていくようなパターンがありますけど、そういったものは食べない。あくまでもパッケージに入ったものだけを食べていると。あとマクドナルドのテイクアウト、これに関しましては主治医の先生も、いいでしょうというお話を、いただいておりまして、3回ぐらい食べましたかね。自分が行くお店ドライブスルーなんですけども、店内の様子が見えるんですね。皆さん従業員の方はマスク着用でやってらっしゃいます。だから飛沫が、入りにくいということで、ここなら安全なんじゃないかということで、その店で、専門でテイクアウトしてますね。他の店舗に限りましてはちょっとどうなってるかわからないです。マスク必ず着用なのかどうかっていうところですね。さて1月若干、肝臓と腎臓の数値が悪くなりつつあるよ。でも少し経過を観察しましょうということで、薬の構成が少し変わりましてね、それで1ヶ月後の外来受診2月ですね、前回肝臓の値腎臓の値が基準値をやや超えてしまっていると、そこがですねさらに悪化、もうクッという感じで急上昇、ちょっと何かありそうだというデータが出ました。さらにこれは毎回判定してるわけではないんですけれども、中性脂肪とコレステロール、これの値もですね、これは時々判定結果がその血液検査表に載っていると、この辺りもクッと上がりまして基準値を超えていると、何かありそうだというのがやっぱりデータからも分かるんですけれども、体自体もですね1月に受診した時よりもさらに悪化しているというか、体調が上がらないとかいうか、気分が上がらないという感じではなく、明らかにちょっと不調なんじゃないかなというような感覚を覚えてました。疲れやすくなっている。そのあたり、寒いからなかなか外出もしないわけですけれども、買い物にちょっと出かけただけでも家に帰ってきてかなりぐったりした感じになっている。あとなんとなくぼんやりした時間が増えていると自分で感じていましたね。でその旨先生にもお話ししました。これは何だろうということで、また少し薬の構成を書いていただきましてね、その当時ですね、ずっと左肩のこの肩甲骨の付近から腕にかけて断続的にビリビリ痛がゆい、ビリッという感じで痛がゆくなっていたんですね。ひどくなる時もありますけど、忘れているぐらいに気にならない時間帯も結構ある。それですが、痛くなった時などはやっぱり夜なかなかそれで寝つかれなくなっちゃうんですね。念のためそれをケアするための薬をいくつかしばらく出していただいてたんですけど、それも一旦やめていただいて、そんなこともありましてですね、どうなるかと、もう少し様子を見た方がいいかもしれないということで、
今度は2週間後に来てください。その2月の外来受診はまさに再対血移植をした、デイ365の翌日、デイ366日、ちょうど1年が経過したところだったですね。2週間後、3月の初めにまた外来受診。その2月の外来受診、薬の構成を変えると、やめていただいた薬もあるし、コレステロールを抑える薬、これは抗がん剤治療の後あたりにしばらく入院中飲んでいたこともあるやつでしたけれどもね、これなども加わりまして、2週間、それから自宅での食生活もただでさえ塩分は少なめ、油分も少なめの感じでしたけれども、ちょっとしっかりもっとその辺突き詰めてみようということで妻から提案がありまして、鍋を買った時に付随するレシピの小冊子、これ1日1回この辺りのレシピを、食すると成人病予防につながりますよと、そんなのをですね1日に2食だいたい取り入れてやってみたんですけどね、3月初めの外来受診で行きましたところ、あまり効果がない。コレステロールも中性脂肪もほぼ横ばい、肝臓の値もやや増加ですが、腎臓はやっぱり悪くなってるなという感じで、先生にそのお話をしまして、その2週間の間に動画を撮影してますね。で後から編集の時に聞き直してみると、ちょっとろれつが回っていないような感じで、状態も別に良くなってもいないし、そのあたりのこともまた先生にご報告ですね。そして先生がいろいろと考えてくださいましてね、いくつか、問診ですね、ご質問をいただいて、もしかして低体温とかありませんか、低血圧とか。なるほどと思いましてね、その3月初めの外来受診を受ける直前の1週間、朝の血圧、これは毎朝測ってるんですけども、低いところで安定してるんですね。それまでは結構ばらつきがあったんで、でもその1週間は測ったように血圧が上が80代、自分としてもかなりそれは低い数値なんですがね、それが1週間続いていた。それから低体温、その2週間の間に2日ほどバカに体温が低いなという時がありました。いやいやそんなはずないよという34度台とかね出ましてね、おかしいというんで測り直したら35度台、でも低いなと。でそれがもう一日そういう日があった。先生、確かに低体温の日がありました。それから最近低血圧の日が続いているようですという。本当はこういうことを自分から先生にご報告できなければいけないのかもしれませんが、ちょっとそれが何か白血病に関係あるのかどうかっていうのはよくわからなくて、自分の中でですね、忘れていたというかお話をしていなかったんですね。それで先生がこれはもしかしたらっていうんで、ちょっと今から CT 撮影してもらってきてくださいということで、念のため腎臓の機能がどうなっているか、もしかしたら尿路が片方狭まっていたりして尿自体は出てるんだけども片方の腎臓の方に負担がかかっている可能性がある。または血液検査って先ほども言ってますけれども、必ず全ての項目を判定してるわけではないんですね。でちょっとこれ一つ判定してもらいたいこともあるし、撮影に行ってる間にその辺調べときますよというんで、撮影をしてもらって診察室に戻る、すると先生がこれはどうも甲状腺機能が低下している
そのせいでいろいろな問題が起こっているようですねというお話。また問診がいくつかありまして、手のひら乾いてませんかとか、便秘じゃありませんかというんですね。実はその通りなんですね。冬場乾燥している、それでさらに暖房をつけている、それからカビの恐れがあるので加湿器は使っていない、そんなわけで肌も随分乾燥しているのかなということ、で顔のこの辺りとか、あと目の周り、口の周り、動かすところの皮がポロ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 むけたりしている。また手洗いをよくやるため手のこの辺りですね、両方ともカサカサになっている。手のこう全体にそれが広がりつつあるのかなと。でここ1週間ほどそれが手のひらの方にまで影響を及ぼしてるのかなっていうんで、手のひらの方までハンドクリーム塗ったり、してたんですよ。だからそれはもう部屋が乾燥しているというのと、抗がん剤の影響が残っていて肌が乾きやすくて、そういういろいろ弊害が出ているのかなというふうに考えていたんですが、やっぱりそれも関係あったようなんですね。さらに便秘気味だと。確かに便の出が悪くなっている。で前日は出なかったんですね。でもこれなども日頃最近は運動不足であまり外に出ることもない人いるので、そういうことなのかなと思ってたんです。だからその辺も先生にはご報告してなかったんですけれども、聞かれてそれも関係あったのかということでね。でやっぱりこれは甲状腺機能の低下で間違いないでしょうね。それで全部説明がつきますねということになりました。実際 CT を画像を見ながらご説明をいただくんですが、尿路の方は多少狭くなっているようだけれども、機能自体には今のところ問題なさそうですよ。ただ便は溜まってますねというお話で、その通りなんですけどもね。それで原因が分かれば改善の余地が大いにありますということで薬を出していただきまして、今度3週間後だということで、現在その状態でですね、新たに薬を処方されまして、それを飲んでいる。言われてみるとだんだん気分の落ち込んでいる感じなども少し上がったのかなという気がしたりして、現在に至る。ただ体調面がですね、喉がこんなガラガラで、妻が3日前から発熱をしているので、幸いインフルエンザとか新型ウイルスの感染ですとかそういったことはないわ。いわゆる風邪でしょうというふうに、診断されていますが、白血病の人はですね、免疫力が一般の人よりも弱いので、確実にこの後自分も発熱するんだろうなというような具合で考えていますが、さあどうなりますかと、それで今こうやってまた動画を撮影しているという次第なんですけどもね、とりあえず体の不調の原因がなんとなく分かりましたよという、それだけでも良かった外来の診察でした。ということで今回は再対血移植1年とおよそ1ヶ月を経過した現在のリアルな近況報告ということでお届けしました。よし、おっさん頑張れと思っていただいた方はぜひチャンネル登録、それから高評価、お気軽にコメントなどお寄せいただけましたら今後の励みになります。どうぞよろしくお願いします。